こんにちは、ミッキーです。今回から不定期でトルコのカッパドキアの旅行の様子をお届けします。まずはじめは定番スポットを一気に巡れますレッドツアーの完全ガイド。トルコ中央部、かつての火山活動が生み出した大地の彫刻カッパドキア。まるで異世界に迷い込んだような風景の中を無数の気球がふわりと浮かぶ光景はまさにこの地ならではのものです。そんな広大なエリアを効率よく巡れますレッドツアーに今回参加。見どころを網羅しながらトルコの歴史や自然の営みに触れていくことができます。トルコ・カッパドキアでは定番とも言えますレッドツアー。現地で予約してサクッと訪れることができますので、ぜひトルコ旅行の参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。さて、今回の旅は羽田空港から出発し、ターキッシュエアラインズでイスタンブール空港へ向かいます。さて、早速こちらは搭乗後の様子。長距離フライト向けにアメニティキットが配布されます。ポーチのデザインは時期や便によって異なりまして、私も何回かターキッシュエアラインズ使ってるんですけども、利用するたびにそのポーチのデザインも変わりまして、一つの見どころにもなっています。ポーチの中には歯ブラシと歯磨き粉、アイマスクや靴下、耳栓といった必要最低限のアイテムがコンパクトに収まっています。またヘッドホンは座席に備え付けられていまして、エンタメも快適。加えてブランケットと枕も標準装備されています。そんな細部にまで心配りが行き届いたサービスが魅力のターキッシュエアラインズ。欧州ナンバーワンエアラインの評価にもふさわしいような体験をすることができます。そして特筆すべきはターキッシュエアラインズの記念食。和食、洋食が選べまして、例えば和食ですと生姜しそ豆腐や赤青のグリル、黒ごま入りのご飯とうどん。洋食ならフムスと言いますひよこ豆のペーストやチキンのグリル、野菜ローストとバターライスのセット、デザートにはチーズケーキが添えられます。また軽食にはチーズサンドや鮭おにぎり、朝食にはオムレツや焼きそば、小松菜の煮浸しなど、旅の始まりから満足度の高いような時間を過ごすことができます。そんなターキッシュエアラインズでの空の旅、今回の羽田空港からカッパドキアまでは乗り継ぎ時間も含めて片道の移動時間約20時間と長めですけれども、空港施設や空の旅そのものが充実しているため疲れにくく楽しみながら過ごすことができます。さて、こちらは乗り継ぎで利用しますイスタンブール空港。世界有数のハブ空港としても知られ、2020年のスカイトラックス世界空港ランキングで10位以内にランクイン。広大なターミナルにはカフェや免税店が並び、長時間のトランジットも苦にはなりません。さらにそこから国内線に乗り継ぎ、カッパドキアの玄関口でありますネビシェルカッパドキア空港へと向かいます。さて、今回の航空券代は羽田からイスタンブールまでがまず2名分の合計45万円程度。さらにイスタンブールからネビシェルまでの国内線が約5万8000円で2名分となっていました。こちらがシーズン中の標準的な価格と言えますので、ぜひ参考にしていただければと思います。さて、そんな利用しましたターキッシュエアラインズ。先ほどちょっと触れましたけれども、世界的格付け機関スカイトラックスでヨーロッパベストエアラインに何度も選出されている名門。ホスピタリティや機内サービスが高く評価されていまして、日系航空会社を愛用している人でも違和感なく快適に過ごすことができます。また、日本語メニューが完備されていたり、乗務員の柔らかな対応も安心材料の一つです。以前にイタリア、スペインの旅行に行ってるんですけども、日本までの帰りの便でターキッシュエアラインズを使っています。その時の印象も良かったので、今回リピートさせていただいているような形です。そしてこちらがカッパドキアネビシェル空港に着いた時の様子です。実は今回の旅ではターキッシュエアラインズでなんとロストバゲッジしてしまいました。その詳細については動画の後半でもお伝えするんですけども、ただこれに関しては航空会社自体というよりは旅全体で起こり得ることかもしれませんので、後半の説明も引きつつぜひ参考にしていただければと思います。さて、今回宿泊しましたのはこちらカッパドキアの中心地ギョレメにありますエリートケーブスイーツ。このホテルはかつての住居として使われていた洞窟や石造りの建物を改装して作られた伝統と快適さが融合した宿泊施設です。ギョレメの高台に位置していまして、テラスからは街と山々を一望。
朝には色とりどりの気球が浮かぶ様子がまるで夢のような光景として広がります。その細かい様子につきましてはまた別途動画でご紹介しますので、こちらを参考にしていただければと思います。そして室内も魅力的。各部屋は全て異なるレイアウトとデザインで、アーチ状の天井や石壁が空間に独特のぬくもりと落ち着きを与えてくれます。そんな居心地の抜群なエリートケーブスイーツ、ぜひ参考にしてください。さて、ここからはカッパドキアの定番ツアー、レッドツアーのご紹介。今回はエリートケーブスイーツさんのホテルの方に予約もしていただいて、チェックインをしてから数十分後に早速ツアーに参加しました。そんな形で到着後すぐに参加できる可能性もありますので、もし時間に余裕がありましたら早速参加してみてほしいです。さて、そんなレッドツアー、カッパドキアの見どころをギュッと凝縮して訪問することができるツアー。カッパドキアの中では移動手段も限られていますので、ツアーのバスで一通り巡っていただけるところはとてもお勧めできるポイントです。まずはこちら、カッパドキアパノラマビュー。標高の高い位置から壮大な景色を見下ろすことができる、まさに地形のスケール感を体験するにはうってつけのスポットです。そんなレッドツアーですけれども、1人当たり 47.5 ユーロ。だいたい1人1万円弱で巡ることができますので、印象的にはそれほど高くないかなと思っています。ちなみにこのレッドツアーの料金の中に途中でご紹介しますお食事の体験とか、あとは今回訪問するスポットの入場料も含まれていますので、その点も含めると移動とツアーガイド、そしてお食事代と入館料を含めて1万円弱といった値段として感じていただけるかと思います。ちなみに今回は現地で予約していますのでこの値段で収まっていますけれども、旅行予約サイトなどで予約しますとおそらく2000円から5000円程度上がるかなと思いますので、その点はご注意ください。一応本動画の概要欄には私が普段使っていますゲットユアガイドのリンクを載せていますので、現地での予約が不安だという方に関しましてはそちらの予約リンクから予約していただくのもいいかもしれません。さて、そんなレッドツアーの2番目に訪問しますのはこちら、妖精の煙突。カッパドキアといえば誰もが思い浮かべるであろう奇岩、妖精の煙突。その代表的な風景が広がっていますのがこちら、パシャバーです。大小様々なキノコ岩が密集し、一つ一つの形が異なるこの一帯はまさに大地が作り出した彫刻群のような場所。遠くから眺めてもその異様さは際立ちますけれども、近づいてみますとその複雑な地層や岩肌の質感、自然が織りなした微妙な凹凸に圧倒されます。この地域は約6000万年前の火山活動によって堆積した火山灰が長い年月をかけて雨や風に侵食され、柔らかい地層だけが削られて硬い岩帽子の部分が残るという過程を経て、現在のような奇妙な形が生まれたとされています。一見すると似たような岩に見えるんですけども、それぞれの形状やバランスには個性がありまして、まるで意志を持っているようにそこに佇んでいるかのようです。これらの奇岩はただの自然の産物というだけではなくて、古代の人々にとっては重要な生活の場でもありました。とりわけパシャバーには3本の岩が寄り添うように立つ有名な奇岩や修道士が暮らしていたとされます洞窟住居の跡が数多く残されています。その洞窟の中では信仰や修行の地としての一面も持ち合わせていますので、ご覧のように少し登っていただいてその空間、そして雰囲気を感じてみてほしいです。特に聖シメオンという修道士がこの地で修行していたという言い伝えがありまして、彼の名前を冠した岩には今も見学者が多く訪れています。続いてはセルベ野外博物館。こちらは3軒目に訪れる観光スポットです。カッパドキアの広大な大地に刻まれた歴史と暮らしの痕跡を色濃く残す貴重な遺跡群です。ギョレメやアバノスからもアクセスしやすく、観光客に人気のレッドツアーでも立ち寄る主要スポットの一つに組み込まれています。ちなみに今回参加するレッドツアー、観光ガイドも一つの魅力なんですけれども、観光ガイドの中では英語またはトルコ語で運用されるのが基本的なので、日本語での案内には対応していません。英語が苦手な方に関しましては、例えば手元で調べていただきながら訪問するのもいいですし、個人的におすすめなのはチャット GPT だったりパープレキシティ AI などの AI ツールに気になったところを質問していただいて、その内容を知るのもおすすめです。例えば写真撮っていただいて、その写真の情報に日本語で質問を書いていただきますと、その答えが AI ですぐに返ってきますので、そういった活用方法がいいのかなと思っています。またその場合に関しましても、通信環境がしっかりしてないと答えを得ることができませんので、 SIM カードだったり eSIM のご利用はお忘れのないようにしていただきたいです。個人的にはワールド eSIM などの eSIM をお勧めしているんですけれども、
例えばドコモのプランの一つでありますアハモを使うことで、海外ローミングに関しましても契約の範囲内で使えたかなと思いますので、そういったプランに切り替えていただくのもおすすめなのかもしれません。さて、改めてこちらのゼルベ野外博物館、この場所が単なる岩の集合体ではなくて、人々の暮らしや信仰と深く結びついていたことが立体的に理解できます。ゼルベ一帯は3つの谷が合流する独特な地形に発展した集落遺跡、柔らかい凝灰岩をくり抜いた住居や教会、修道院などが密接しています。風の侵食によって形成された奇岩群と、そこに残された人工の痕跡が交錯する風景は、まるで時間そのものが凍結したかのような不思議な静けさに包まれています。最盛期には多くの家族や修道士たちが生活していました。ただ、岩の風化が進みまして安全性の確保が難しくなったことで、1950年代以降には住民は新たな集落へと移住。以降は文化財としてご覧のように保存されています。続いてご紹介しますのはデブレント渓谷。レッドツアーの中盤に差し掛かる頃、訪れるのがデブレント渓谷です。別名イマジネーションバレーとも呼ばれまして、自然が生み出した奇岩たちがまるで動物や人間の形に見えることで知られています。ガイドからはラクダ岩と呼ばれます岩の位置を教えられることが多くて、確かにその形状は座ってこちらを見つめているようなラクダにそっくり。さらに視線を移せばイルカやペンギン、果ては横顔のような岩まで見えてくると語られることもあり、想像力を試される場所でもあります。そんなデブレント渓谷の後に訪れるのがベゼハーネカルチャーアーツ&セラミックスセンター。観光客にとっては岩の絶景だけではなくて、トルコの手工芸文化に触れる機会として印象深い場所です。この施設はギョレメ地区にあるかつての修道院跡を改装した空間で、外観は石造りのクラシックな佇まいながらも、内部には現代的な展示や体験ブースが整っています。建物そのものが岩窟建築の趣を残していまして、空間自体がまるで芸術作品のようです。見学は英語もしくはトルコ語で進められまして、他のレッドツアー同様、日本語でのガイドや案内は原則ありません。展示の説明も現地語中心なので、細かな背景を理解するには事前の情報収集があるといいかもしれません。とはいえ、こちらのセンターのメインとなりますのは、トルコの伝統的な陶器製作のデモンストレーション。特にカッパドキア地方のアバノスで盛んな赤土を使った陶芸技術が紹介され、ろくろを使った成形の様子を間近で眺めることができます。職人の手の動きは熟練の技そのもので、全く無駄がないような所作に見とれてしまいます。さて、そんなデモンストレーションの後には、実際に観光客の方がろくろ体験にチャレンジできる時間も用意されています。手を土に浸しながら形を整えていく過程は、見ている以上に繊細で、トルコの陶芸の奥深さを実感させてくれます。なお、そんな陶芸体験に関しましては、希望者のみで先着1名だったので、ぜひ勇気を出してみて手を挙げてみることをお勧めします。ちなみに今回のレッドツアーでの参加者は20人規模。日本人で参加したのは僕と妻だけだったので、他は基本的にアジアやヨーロッパの方が多かったのかなと思っています。一方で、意外と欧米の方々も控えめな方が多かったので、もしかすると日本だったり中国だったり韓国人の方の方が積極的なのかもしれません。さて、ここでは陶芸の様子もご紹介しつつ、館内の紹介もしていきます。と言いますのも、施設内での撮影にはいくつか制約がありまして、陶芸の実演コーナーや入り口での全体説明など、ごく一部を除いて展示商品が並ぶ売り場では撮影が禁止となっています。その点は注意いただければと思っています。そんな館内では、カッパドキア各地の工房で制作された手焼きの陶器やモザイクランプなどの民芸品が展示・販売されています。販売所というよりはギャラリーのような雰囲気の中、トルコのクラフト文化に触れることができる空間です。施設自体の滞在時間はおおよそ40分から1時間程度。期間自体の景観とは一味違う文化的な息遣いに触れられる貴重な場所です。レッドツアーの中でも特に体験型の意味合いが強く、旅の記憶に残るひとときを過ごせるようなスポットとも言えます。なんとなくこのレッドツアーの中でもこの陶芸体験、そしてこの後のお食事の機会を通して一緒に参加しているツアーの方々とも少し仲良くなれたかなと思っています。一方でこちらの施設に関しましては、販売を前提とした展示施設であることも念頭に置いておくと良さそうです。PR 的な側面もありますので、少し価格設定が高いという点もご注意。ただカッパドキアの中でなかなか
こういった製品に触れる機会も多くないと思いますので、気に入った場合は購入するのもいいのかもしれません。さて、そんな陶芸体験の後はレッドツアーの昼食。観光地の中心部、ギョレメの街の中に位置しますシェフケバブレストリアン、カッパドキアで昼食をいただいています。各テーブルには前菜がセットされまして、メインは肉や魚、ベジタリアンなどから一人ずつお好みで選べる形式です。さて、こちらはひよこ豆のスープ。別途グルメ編でもご紹介しますけれども、カッパドキアのレストランでは基本的にお通しとしてパンがついてきますので、パンと一緒に食べるのがメインになるかもしれません。また、ひよこ豆のスープのように豆を使った料理、あとはケバブが主流になってきますので、ぜひそういった料理をこのカッパドキアの中では試してみてほしいです。また別途イスタンブールのご紹介もしようと思うんですけれども、イスタンブールは魚介類があるものの、カッパドキアは内陸ということもありまして、お肉や豆類が中心。もしイスタンブールもカッパドキアと合わせて訪れる計画があるかに関しましては、お肉料理を中心に気になるものをどんどん注文してみてほしいです。さて、腹ごしらえの後に訪れましたのは、カッパドキアの中でもひときわ個性的な景観を持つラブバレー。風雨によって浸食された無数の奇岩が谷の中にずらりと林立しています。ちなみにラブバレーのラブの意味は、人間の男性のある形を彷彿とさせることからラブバレーという名前がついています。ちょっと YouTube の規制上、なかなか明言できないんですけども、その辺はお察しください。ツアーでは谷全体を見渡せる高台に立ち寄る形で組み込まれていまして、数分の撮影タイムが設けられていました。祈願群が生み出すこの場所独特の風景は、写真映えを狙う観光客にとっても人気のスポットです。自然の造形美とユーモラスな想像力が交差する不思議な魅力のあるこちらの谷。ぜひ素敵な写真を撮ってみてください。そしてこちらはツアー終盤に訪れますウチヒサール城。あくまで遠くから眺めるだけにはなってしまうんですけれども、ぜひその姿を目に焼き付けてほしいです。そしてツアーの最終盤、こちらはアヤゼルレザー&ファー。こちらもおそらくトルコの名産でありますレザーやファーに着目して販売しているお店です。入場すると照明が落ちて音楽が流れ、モデルさんが革ジャケットやファーコートを着て歩く、まるでミニファッションショーのような演出が始まってきます。奥の販売エリアには高品質な革製品がずらりと並び、希望すれば色やサイズを変更してもらえるオーダーにも対応しています。とはいえ、こちらも PR 的な側面があるお店になっていますので、ツアー参加者の方も割と冷めた感じで参加していたように感じます。ということで、レッドツアーの紹介はここまで。最後に参考情報だけ載せていきます。今回、冒頭でご紹介した通り、イスタンブールでの乗り継ぎ中にロストバゲッジが発生し、着替えが必要になった中で訪れましたのが、ギョレメの中心部にありますギョレメアウトドア。本当によくしていただいたので、この動画の中でも紹介していきます。ロストバゲッジしてしまって一番辛かったのは、洋服がその時着ていたもの以外全てなくなってしまったこと。昼間は暖かいのでいいんですけども、この後2日目には気球に乗る予定がありまして、朝はめちゃくちゃ寒かったです。なのでヒートテックもダウンジャケットも全てなくなってしまって、長袖と長ズボンのみで参加するという結構ハードな条件になってしまっていました。ただ、たまたま見つけたこのギョレメアウトドアでは、アウトドア製品がたくさん揃っていまして、フリースだったりダウンジャケットも揃っていましたし、ストレッチ性に優れた様々な衣類がありましたので、本当に困った時に頼れるようなそんな店だったかなと思います。一旦レッドツアーの紹介はここまで。アフタートークの方では、もしもの時のためのロストバゲージについて語っていきますので、気になる方はそちらも聞いてみてください。さて、今回カッパドキアの観光特集として、レッドツアーの完全ガイドをさせていただきました。この後、第2弾ではエリートケーブスイーツの深掘り。第3弾ではカッパドキアの気球体験。第4弾では乗馬体験。第5弾では他の体験型アクティビティだったりとか、カッパドキアの観光の中で押さえておきたい様々な情報をお届けしますので、ぜひ全ての動画を合わせて楽しみつつ、カッパドキア旅行へのモチベーションを高めていただければと思います。レッドツアーの他にはグリーンツアーというものもあるんですけども、結構マニアックになってしまいますので、個人的には王道だけ押さえていくレッドツアーがおすすめです。さて、ここからはアフタートーク。ロストバゲージした時のためにという話題でお届けしていきます。私も結構びっくりだったんですけれども、イスタンブールで乗り換えてカッパドキアに着いて荷物がやってくるかなと思ったら、中国人の団体客がスーツケースを巻き上げた後に係の方がやってきて、もうなんか荷物ないよみたいな雰囲気になってしまっていました。もしかして自分の荷物がないのかなと思ったら予想通りで、せっかくホテルの方が送迎に来ていただいたんですけれども、少しお待たせする形になってしまいました。そんな感じでロストバゲージ自体がトルコでは日常茶飯事なのかもしれなくて、
結果的には見つかったんですけれども、あまり日本のように丁寧に対応していただくことはないかなと思います。だからこそ、ぜひこの事前情報を頭に入れていただいて、いい意味で割り切って過ごせるといいのかもしれません。さて、ここにはメモ必須としまして、ロストバゲージの時の注意点について6つご紹介しています。そもそもロストバゲージは発生確率が 0.76%。この 0.76% といってもなかなかイメージ湧かないと思ったので、ちょっと調べてみたんですけれども、例えば皆さんがネット注文した時に初期不良で返品交換をする確率ぐらいだということです。多いような気もするし、少ないような気もするし、って形で、ありえなくはないけど、たまに起きるよ。そんな感じでイメージしていただくといいかもしれません。2つ目は、手荷物遅延保証はカード負担にはつかないという点。カード保険では旅行保険の様々な機能がついているんですけども、手荷物が遅延したり、ロストバゲージで手荷物がなくなってしまったりした場合には、基本的には補填されないことはご注意ください。じゃあ別途、海外旅行保険に加入すれば安心できるのかと言いますと、意外とそうでもありません。遅延したとしましても、補填は1万円、紛失で4万円程度です。じゃあ果たしてスーツケースに入れてたものが返ってきたとして1万円でその分が補填できるかといったら普通ないですよね。洋服もアウターだけで1万円超えてしまうことがあると思いますので、なんかリターンの割にあまり入る意味ないかなと個人的には思っています。じゃあどうすればいいのというところで言いますと、まずは航空会社に補填を求めましょう。ちなみに私はロストバゲージしたのが5月の中頃だったんですけども、この動画を収録しています7月の中頃になってもやっとメールが返ってきたぐらいで全然補填されていません。なのであんま期待しない方が良さそうです。とはいえ証拠は大事。ということで5つ目の注意点。空港で PIR、プロパティイレギュラリーレポートの発行は忘れないようにしてください。なので係の方に I need PIR という風に伝えていただいて、ぜひその発行を忘れないようにしていただきたいです。そして6つ目、これが一番重要かなと思うんですけども、貴重品はやはり手荷物に入れて飛行機の機内に持ち運ぶことをお勧めします。私の場合は男性ということもありまして、洋服がなくなってもそんなに困ることはないです。気球の体験に関しましては寒さが不安だったんですけども、意外と大丈夫だったかなと思っています。一番なくしたくなかったものはスマートフォンとやはりこの動画に使っているカメラ、あとはモバイルバッテリーぐらいだったかなと思っています。タコ足も困ってしまったんですけども、それも意外と現地で買えますし、他はそんなに困らなかったかなと思っています。とはいえど、例えば常備薬が必要な方だったりとか、皆さんのそれぞれの状況の中で現地で買えないものって絶対あると思うので、現地で買えないものを中心に手荷物の中に入れていただくとより安心できるかもしれません。ぜひ今後の海外旅行の参考にしてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。